今回は複数のベストセラービジネス書の要点だけをぎゅっと凝縮して、あなたの仕事や人生における逆境を強みに変える超具体的な3ステップのフレームワークを解説します。この解説でお届けするのは、数々のベストセラーから導き出した逆境を成長の糧に変えるための実践的な3ステップです。忙しいあなたでもたったの7分で明日からすぐ使える知識が手に入ります。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速本題に入っていきましょう。最初のステップはズバリ今を受け入れること。これどういうことかというと、良いとか悪いとかジャッジするんじゃなくて、まず現在の自分とか状況を、今こうなんだなとありのまま認めるってことなんです。これが逆境を乗り越えるための何より強固な土台になります。このステップの土台になるのが、心理学者の国分邦康隆さんの必ずしも人に好かれる必要はないっていう考え方なんですね。皆さん、一度は感じたことはありませんか？全員に好かれなきゃっていうあのプレッシャー。実はこれこそが僕たちが自分で作り出している苦しみの大きな原因なんです。大事なのは他人の評価と自分の価値をちゃんと切り離して考えることなんですね。このステップで目指す思考の変化がまさにこれです。みんなに好かれなきゃっていうちょっと強迫観念みたいなものから、好かれない人もいても問題ないよねっていうもっと柔軟な自己需要へ。完璧じゃなきゃダメだっていう考えを手放して、自分はまだまだ発展途上、それでいいんだと認めること。これが強い土台を作るための鍵なんです。この今に集中するっていう考え方は、精神科医の川沢志円さんもすごく強く言っています。僕たちが感じる不安って考えてみてください。そのほとんどがまだ起きてもいない、コントロールできない未来を考えすぎることが原因じゃないですか？だからこそ今にフォーカスする。そうするだけで余計な不安から解放されて、今できることにエネルギーを注げるようになるんです。では、このステップ1をどう実践すればいいか、明日から試せる具体的なアクションがこちらです。まず自分の感情を良い悪いって判断しないで、今自分はこう感じてるんだなってただ認識する。次に上司の機嫌とか景気とか、そういうコントロールできないことじゃなくて、自分が確実にコントロールできること。例えば、この資料を15分だけ進めるみたいな本当に小さなことを見つけるんです。そしてそれを実行する。この小さな成功体験があなたの土台をどんどん固めてくれます。さて、今をしっかり受け入れられるようになったら、次はいよいよ過去と向き合っていきます。ステップ2は過去を再定義すること。もちろん、起きてしまった出来事そのものは変えられません。でも、たった一つだけ変えられるものがあるんです。それが、その出来事に対する解釈。これを変えるだけで、あらゆる失敗が未来の資産に変わるんです。実業家の斉藤ひとりさんはこう言っています。悪いことの反面にはいいことがある。どんなにネガティブに見える経験にも、コインの裏表みたいに必ずポジティブな側面ってあるんですよね。大事なのはどっちの面に光を当てるかなんです。失敗から学んだ教訓とか、苦しんだからこそ得られた優しさとか、そういういいことを意識的に見つけて強調してあげる。これが大事なんですね。過去の再定義を可能にするものすごくパワフルな考え方が、この発展途上という言葉です。これを噛み砕いて言うと、過去の自分も、そしてもしかしたらあなたを傷つけた誰かも、当時は単に未熟だっただけと捉えることなんです。完璧な人間なんてどこにもいないし、誰もが成長の途中。こう考えるだけですっと心が軽くなって、自分や他人を許せるようになり、過去の出来事から自由になれるはずです。具体例で見てみましょうか。例えば、いじめられたっていう辛い過去も、あの経験があったからこそ人の痛みがわかるようになったんだっていうふうに学びに転換できる。また、親に批判ばっかりされたっていう記憶も、親も一人の未熟な人間として自分なりのやり方で必死だったのかもしれないと解釈し直すだけで全然見え方が変わってきますよね。これこそが過去を資産に変える力なんです。そうなんです。まさに川沢さんのこの言葉がステップ2の本質をズバリとついていますよね。苦しいと感じるその瞬間、それって単なるネガティブな出来事じゃないんです。あなたがより強く、より賢く、まさに成長している証拠なんですよ。この視点を持つことができれば、過去のあらゆる困難は成長の機会だったと再定義できるわけです。ステップ2を実践するためのチェックリストです。
これも簡単なワークです。まず、ちょっと嫌な記憶を一つだけ思い出してみてください。次に、どんなに小さなことでもいいので、その経験から得られたプラスの側面を一つ見つけ出す。そして最後に、あの時の自分も相手も発展途上だったんだよなって心の中で認めてみる。この簡単なエクササイズがあなたと過去との関係を変える大きなきっかけになります。さあ、今を受け入れ、過去を資産に変える。この内側の土台ががっちり固まったら、いよいよ最後のステップです。ここからは行動のフェーズに入りますよ。ステップ3は、自分らしく行動すること。内面の変化を具体的なアクションへとつなげていきましょう。国分光高さんのこの言葉こそ、ステップ3の核となる原則です。これまでやってきたステップ1と2は、すべてこのためだったと言っても過言ではありません。このフレームワークの最終ゴールは、他人の期待や評価軸じゃなくて、自分自身の価値観に基づいて自分で決めて、自分で行動することにあるんです。自分らしく振る舞うって単なる理想論じゃないんです。国分さんの著作要約によれば、そこにははっきりとしたビジネス上のメリットがあります。例えば、会議でちゃんと意見を言うとか、交渉で譲れない一線を守るとか、そうすることで、まず自分のメンタルが健全になる。次に、健全な意見の対立って、実は逆に関係を強くすることもある。そして何より、自分の軸を持つことで、周りから尊重されて軽く扱われなくなるんです。とはいえですよ、自分らしく行動するのって、やっぱり怖いですよね。よくわかります。そこで、斉藤ひとりさんのこの勇気の定義が僕たちの背中をぐーっと押してくれます。勇気っていうのは恐怖がないことじゃない。本当の勇気っていうのは怖いと感じながらも、それでも信じる一歩を踏み出すことなんだと。さあ、最後のチェックリストです。これもいきなり大きなことをする必要は全くありません。本当に小さな一歩でいいんです。まず、今日のランチはあの店に行きたいな、みたいな自分の小さな願望に気づく。次に、会議で一つよろしいでしょうかと、些細なことでもいいので、一度だけ自分の意見を言ってみる。怖くてもとにかくやってみる。この小さな成功体験があなたらしい行動へのとてつもなく大きな一歩になります。ここまで逆境を強みに変えるための3つのステップを複数のビジネス書要約から解説してきました。では、この知識を本当に自分のものにするために、明日から、いえ、この後5分で一体何から始めればいいんでしょうか。焦らないでください。一番大事なのは、全部を一度にやろうとしないことです。僕が提案したい最初の一歩は、ものすごくシンプルです。これから1週間だけでいいので、ステップ1の今を受け入れることだけに集中してみてください。仕事の進捗、人間関係、自分の感情、それらをジャッジせずに、今の現実はこうなんだなと、ただ静かに観察して認める時間を持ってみる。ただそれだけです。最後に少しだけ考えてみてください。あなたが今日これまで困難とか失敗っていうラベルを貼っていた出来事から、そのラベルを剥がして成長の機会っていう新しい名前をつけてあげられるとしたら、それは一体何でしょうか？この問いがあなたの次の一歩をきっと後押ししてくれるはずです。このように、これからもビジネス書の要約を通じて短時間で使える実践値を身につけ、あなたの成長を加速させるお手伝いをしていきます。もしよろしければ、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。